皆さんこんにちは。今日は革命的なレーザー彫刻機アトムスタックの P1 レーザーをご紹介します。一言で言えばこのマシンは化け物です。アトムスタックのレーザー加工機は日本で販売されている機種が少なく、知らない人が大多数だと思いますが、高い技術力でマニアが喜びそうな製品を多く生み出しているメーカーです。世界最強のダイオードレーザーや家庭用機種としては最大の加工範囲を持つファイバーレーザー、3色のレーザーと放水機能を持つレーザーまでラインナップしています。そんな革新的なメーカーが普通に作った P1 レーザーは果たして本当に普通なのでしょうか。今日はその実力を徹底検証します。本体サイズは 26×30×18 センチ。重量は3キロで彫刻範囲が10センチ ×10 センチ。完全密閉型のボディはレーザー光漏れの心配なし。安全第一の設計です。本体上部には使ったことがないボタンが2つ。右側にはケーブルやスイッチが集約され、背面には排気口があります。作業範囲に対して本体が少し大きめですが、天板がフラット設計なのでパソコンや材料を置けるスペースになるんです。狭い作業場でも効率的に使うことができます。さらに安全機能も充実していて、いたずら防止用の USB キー認証とドア開閉時の自動停止機能もついています。取り外し可能な底板には彫刻位置が印刷されていて、マグネットで素材固定もできる優れものです。大きく開く扉と広い内部空間で大きな素材にも対応できます。ピント合わせは簡単なゲージ方式。レーザー脇のゲージを下げてネジを緩めるだけで素早く正確に調整ができます。排気ダクトを取り付ければ煙や匂いも気になりません。ここまでは一般的なレーザー彫刻機と大差ありませんが、ここからがアトムスタッククオリティです。P1 の最大の特徴はまさかの Core XY 駆動方式です。従来のレーザー彫刻機は縦横別々に動く構造です。シンプルですが、縦移動時にフレームとモーターにかかる負担が大きく、素早く移動できない欠点がありました。対して P1 は長いベルトでレーザーモジュールを直接操作する Core XY 方式を採用しているので、フレームへの負担が少なく、動かす部分も軽量なため高速移動が可能になっています。カタログ値は毎分1万ミリとコンパクト機としては速いですが、数字だけなら従来機よりも遅くなっています。しかし実際に動かしてみると、折り返しロスが少なく、方向転換が一瞬で行われるため圧倒的速度です。最高速で彫刻をすることはまずないので、実用上は最高速より加速度の方が重要なんです。検証していて圧巻だったのが画像彫刻です。従来機では複雑な画像になると、レーザーのオンオフが追いつかず減速したり、細部をスルーする問題がありました。P1 は減速ゼロ、スルーもゼロ、しかも仕上がりの美しさはダントツ1位。これまで試した中で最高峰の仕上がりです。彫刻性能テストも行ってみましたが、こちらも今までのレーザーの中で1、2を争うほど綺麗に彫刻できています。3番目に綺麗なレーザーはこれなので、P1 レーザーはマジですごいんです。さらに驚くべきは2種類のレーザーが使える点です。青色ダイオードレーザーと赤外線ファイバーレーザー。この2つを付け替えるだけで、ほぼ全ての素材に対応できるようになります。他にも太いリニアシャフトや高品質なタイミングベルトなど
見えない部分まで妥協せず、しっかり作り込んでいるのが伝わります。価格もまた驚きでした。ダイオードレーザーのみは3万円台。デュアルレーザーでも7万円と、他社製品のデュアルレーザーが20万円以上することを考えると、3分の1から半額という破格の値段設定です。レーザーの操作はアトムスタックの専用ソフトアトムスタックスタジオがあります。JPEG や DXF などのデータを読み込んだら素材を選んですぐに彫刻ができます。シンプルで初心者に使いやすいソフトです。他にもレーザー彫刻機の最強ソフトライトバーンが使えるので、初心者から上級者までストレスなく使うことができます。ここまでは欠点らしい欠点が見つからずベタ褒めでしたが、どんな製品にも少なからず欠点があるはずです。実際にアイテムを作りながらそちらも探していこうと思います。まずは革の彫刻と裁断をしていきます。裁断時は素材を浮かせた方が綺麗に切れるので、レーザー用の下敷きや冷却パネルなどを購入するのがおすすめです。革の反りが強く浮いている部分があったので、最初に半分くらい切ってから彫刻していきます。有名ブランドの柄のように見えますが、日本で昔から使われている市松模様です。綺麗に彫刻とカットができました。パワーがないので彫刻専用くらいに思っていましたが、2.5mm 厚のベニヤ板なども切ることが可能です。次はレーザーモジュールを付け替えて金属に彫刻していきます。レーザーの付け替えは底板を外して下から引き抜く必要があります。そしてファイバーレーザーモジュールはレールにはめてから配線を刺さないといけないので、慣れるまでは時間がかかると思います。頻繁に付け替えたい方や不器用なことに自信のある方はこちらの機種の方がいいと思います。次は真鍮に彫刻します。中心がずれましたが綺麗に彫刻できました。底板の遊びが原因だったので、取り付けるときに同じ位置に寄せておく必要があったみたいです。あとは組み立てたら完成です。今回使用したアトムスタックの P1 レーザーは本当にいいレーザー彫刻機でした。綺麗な彫刻、彫刻スピード、使いやすさ、どれもが素晴らしく最高傑作だと思います。欠点を挙げるならレーザーモジュールの交換に手間がかかることと、広い範囲の彫刻ができないことくらいでした。コンパクト機を購入するならアトムスタックの P1 がおすすめです。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。